皆さんこんにちは。レッツハドルのヒデボーです。イコールワン福岡サンズの帽子をね、ついに調達したんですけど、これちょっと手に入れる前までアリゾナカーディナルスをかぶっていてですね、コージ徳田選手にちょっともうそれっぽいやつやけどって何回かいじられてしまいました。ちょっとようやく購入をしたので、ちょっとねコウジさんにいじってもらえる美味しいところを失ったなとは思いつつ、別のちょっと、面白いポイントを作っていきたいと思います。その話じゃなくてですね、これ見てください。ゴリラが描かれたマスクなんですけど、実は下町ゴリラズでスタッフも、されているアメフトファン仲間のですね直之さんに、手作りのゴリラズマスクを、いただいてしまいました。サプライズでいただきました。直之さんありがとうございます。いいっすね、かっこいいですね。そしてなんと、ゴリラズグッズではないんですけど、ゴリラの、厄除け、お守りというものまでいただいてしまいまして、本当にありがとうございます。大事に使わせていただきます。本当に X2 もね、下町ゴリラズ、とか、あとクラウドファンディングでですね、見事に目標達成されたブルーサンダースさんとかですね、熱いチームいっぱいあるんですよね。X2 の試合なかなかちょっとレターでも追いかけれてないですけど、月曜からアメフトさんとかで試合の配信をされていたりとか、本当に注目の試合数々で、西日本の方でもですね、X2 の西日本支部の方での、配信があったりとか、しているので、熱い試合たくさんね、結構ね接戦で面白いんですよねというところがあるので、ぜひそちらも見ていただきたいと思います。今日は X1 エリアの、注目試合ネクストハドルというところなんですけれども、実はちょっとウィーク5がですね2週に、またがって、実施をされたりとか、ウィーク1の振り替え試合があったりとかというちょっと特殊なウィーク5が週になるので、前半戦で行われた10月24日の10月23、24の試合と別に11月7日に3試合行われるので、この3試合の中の注目試合紹介、そして次週の試合予定というところを今日は紹介したいと思います。紹介はヒデボーによる独断と偏見による情報が含まれています。協会や連盟各チームとは関係なく個人的にしているものなので、その点ご留意ください。X1 エリアのウィーク5その2の注目試合という形に、今回なるんですけれども、昇格争いというところもあるんですけど、あえてちょっとX2 との、入れ替え戦に入ってしまうかどうかというところの争いもまた注目だし、同じぐらいの戦力で拮抗しているかなというところも、含めて、この2チームの試合を今日は注目していきたいと思います。ブルーザイズ東京対アズワンブラックユールスともに1勝3敗で迎える、ウィーク5での戦いに注目したいと思います。11月7日日曜日14時、横浜スタジアムでキックオフということで、今この横浜スタジアムでキックオフという情報は、10月の今26日時点の情報になるんですけれども、もしかしたら変更の可能性もあるかもしれないということなので、ちょっともう一度、概要欄とかで、今の状況を確認してもらえたらと思います。ということでですね、この2チームなかなかちょっと対戦のデータが遡っても出てこなくて、僕の記憶してる中では初対決になるのかなと思うんですけど、両方歴史が長いチームなので、もしかしたらどっかで当たってる試合してるのかなと思うので、もし、過去の、いついつに試合してたよ、何対何だったよという情報をしている方がいたらお寄せください。それぐらいですね。どちらにせよ久しぶりなのか初めてなのか、それぐらいの、なかなか当たってない2チームの対戦なので、どんな戦いになるのか、注目ですね。でこの試合の注目ポイントなんですけど、入れ替え戦回避に向けて負けられない1勝3敗同士の、対決になってきます。この試合負ければ結構入れ替え戦に入る可能性濃厚みたいなのになってきてしまうので、絶対負けられない、両者のチーム、両者のゲームですね。守るが勝ちを体現できるのはどちらかということで書いてるんですけど、お互いの実力差が似てるっていうところと、割とお互いにこうめちゃくちゃ点を取るチームじゃないっていうような、印象があってですね、そういったところで言うと、いかに守って勝てるのかというところが大事かなと思います。特に中盤から終盤でのビッグプレーにも注目って書いてるんですけど、この辺りでは結構試合が動いてくるというところで似たチームの、この2チームですし、割とね、今までちょっと負け越してますけど、
ちょっとなんか期待できるようなビッグプレーみたいなことも結構あるんですよね。だからそのあたりがもしかしたら中盤から終盤で狙ってくるんじゃないかなというところで注目したいと思います。注目選手です。もう今回はシンプルにですね、紹介をさせていただきました。ディフェンスがですね、ブルーザイズ東京、ディフェンスライン5番の余川剛選手、マウントゴーと書いてますけど、この選手ですね、静岡大学出身で、当時の東海リーグから、学生の頃からですね、活躍をされていたんですけど、結構ですね、今シーズンも2サックとかですかね、上げていて、クォーターバックに迫るということもあって、山のようなというか圧をかけていけるような選手で、ただ身長はですね175センチっていうことで、意外と、そんなに高くないんですけど、それでもですね迫力のあるラッシュをかけていてですね、本当にこう山のような富士山のような、あえてその静岡大学に出させてもらったんですけど、存在感がある選手なので、この選手を自由にさせてしまうとアズワンは厳しくなるんじゃないかなというところで思うので、マウントゴーが活躍すればアズワンの方にもブルーザイズなかなか面白くなるんじゃないかなと思っています。一方のアズワンブラックイーグルスなんですけれども、クォーターバック18番大高康平選手、仏教大学出身のルーキーの、選手なんですけれども、エースクォーターバックの轟選手が、出れなかったりというところもあって、いきなり出番が、回ってきて、プレーをされているというところですね。キャッチコピー文武不起というところで書いてるんですけど、これはアズワンの選手のページを見たらですね、大高選手のページでは、文武不起が、好きな言葉として書かれていたので、なんか大高選手はちょっと体現しているような雰囲気を感じるなと思ったので付けさせてもらいました。文武不起っていう言葉は文武両道とかなんかそういう意味合いじゃなくて、文武どちらにも影響し合って、文を極めれば文を極められて、武を極めれば文も極めれるというような、意味合いらしいんですけど、クォーターバックとしてですクォーターバックとしてはですね、まさにこう、蓄積ですよね。やっぱりこれまでの試合の中で、蓄積したものをいかに出せるのかというところで、大高選手、少しずつではありますけれども、やっぱりシーズンを通じて成長されているような感じがしますね。で、実際プレイオブザウィークに選ばれるようなビッグプレーを川端選手に、決めたようなプレーとかもあったので、これからちょっと楽しみですよね。で、この試合ではまさに、ブルーザイズの方がプレッシャーを割とかけてくると思うので、そこでいかにですね、相手の、ディフェンスを読んでというか、そこでパスを投げていけるのかという意味では、まさに文武不起というか、しっかりフィルムスタディ的な、ことをしたことがプレーに生きてくるみたいな、意味合いも出てくるのかなというところで思うので、このブルーザイズの、特徴的なディフェンスを相手に、どこまで、アズワンとしてこの大高選手をはじめですね、活躍を見せられるのかっていうところを、注目したいと思います。ちょっと今シーズンあんま取り上げれてないんですけど、何気に、ブラッキー、アズワンブラックイーグルスはブラッキーですよね。ブラッキーがまた試合会場に現れるのかっていうところとか、ツイートの方も注目しているので、そのあたりも含めてアズワン面白いチームなので、ブルーザイズの試合を楽しみにしたいと思います。得点勝敗予想なんですけれども、なかなか競った試合になるんじゃないかなということで予想も難しかったんですけど、僕の予想としては21対21点差ギリギリのところでアズワンが勝つというところで予想しています。先日警視庁とですねブルーズですね、警視庁とブルーズの試合でも、1点差というようなゲームがあったんですけど、同じような形でフィールドゴール1本、決めてたらとか、ポイントアフタータッチダウン1本決まってたらみたいな、ようなギリギリの試合になってくるかもしれないなというところで、お互いディフェンスが強いので、そこで、一つビッグプレーを出せるのか、ターンオーバーを奪えるのかっていうところで、アズワンが少し上回るんじゃないかなというところで、この予想にしております。その他の試合予定なんですけれども、ここに書かれている通りですね、横浜スタジアム予定で11月7日に3試合行われます。で、この試合以外に、取り上げた今の試合以外にもですね、11時からは警視庁と富士フィルムというゲームで、これは事実上警視庁がここで勝てばですね、一気に
昇格に近づくというような、ことになってくるので、警視庁にとってとても重要な一戦なんですけど、富士フイルムもですね、ここまでペンタオーシャンパイレーツや福岡サンズを、追い詰めていたところもあったようにですね、警視庁相手に勝つ可能性が結構高いんじゃないかなというようなゲームになってきています。これ、もまた注目のゲームですね。ウィーク1の振り返り試合ということなので、ここまででちょっと一戦ちょっと少なかったような、形が続いてきたんですけど、ここで、並ぶ他のチームと並んでということに、なってくるということになりますね。そして、電通キャタピラーズとペンタオーシャンパイレーツ、これも、注目ですよね。電通はここで勝って、最終節福岡サンズとの博多決戦、に臨みたいというところで昇格をかけたゲームにしたいと思うので、ここは勝利が、絶対というところになってくると思いますし、パイレーツの方もここで意地を見せてですね、勝つというところはあると思いますしね。パイレーツもなかなか面白いチームですよね。ディフェンスで、ボール奪うシーンがあったりとか、パスで特徴的なチームかと思いきやランでしっかり、サンズ戦では活躍したりとかっていうところもあったので、ちょっと電通とパイレーツの試合がどのような、試合展開になるのかっていうことも注目ですね。試合の詳細は QR コードもしくは概要欄より、X リーグ公式ホームページでもご覧ください。X リーグ TV では全試合配信があるので、ぜひこちらも、契約してご覧いただけたらと思います。月が変わって11月からの契約になればですね、11月、12月の契約とかにすると安くまた済んだりもするので、ぜひそのあたりもご検討いただけたらと思います。というところで、ウィーク5のですね、第2ラウンド的な、形でこの週は組まれているんですけれども、本当に、昇格をかけた争い、そして逆に降格ならないための戦いというところでも、なかなか拮抗した、試合が見られるんじゃないかなという、結構ね、エリアの本当にチームって上から下まで、力の差がそんなに大幅にはないと思うので、この週も注目試合たくさんあるので、ぜひぜひチェックしてもらえたらと思います。今日もご覧いただきありがとうございました。